はい。ということでね、今、防災シリーズをいろいろと購入してるんですけども、はい。エコフローさんのデルタ2というモデルの電池でございます。ポータブル電源ですね。これは、僕はヨドバシカメラの方で、ソーラーパネル 110W のセットと一緒に購入しました。11万1590円でした。セット価格でね。バッテリー容量はだいたい 1024Wh あるんですね。で、まあ皆さんサイズ選びを困ると思うんだけども、家族の分だけを賄うんであれば、これはちょっと大きいと思います。まあでもポータブル電源の決める基準っていうのは難しいと思うんだけども、何を使うかなんですよね。で、僕は防災ですんで、一応ね、電子レンジ使えたり、冷蔵庫使えたり、これはするんですよ。それだけの電池があるから。なんだけども、今回のとのことがあってもそうなんですけども、やっぱり携帯電話の充電が一番大切みたいです。補聴器ってなんかあるみたいですね。充電しなきゃいけないもの。で、どのぐらいのじゃあ出力使えますかというと、1500W の高出力に対応なんです。それがどのぐらいのものかっていうのはちょっと後で説明しますが、何年か前にリニューアルされていていいことはね、電源からね、普通の電源コードから AC アダプターから充電すると、なんと50分で80%まで戻るという電源がね、供給できる、貯めれるという、そこがかなり売りなんだそうです。細かいこと言うと、電池がね、リン酸鉄リチウムイオン電池だよとかっていろいろあるんですけども、先に説明だけします。重さはね、12キロあるんです。だから、僕は、現場に行ってね、どのぐらいの重さかっていうのを実は確認したくて、ヨドバシカメラに行って確認してきました。言ってしまうとね、家族だけののためだと、この容量は大きいと思うので、もう一個ね、ちっちゃいのもあるんですよ。キャンプとかによく持ってったりするような、リバー2とかっていう、リバー2プロとかっていうのもあったりするんで、その辺はもう自分に合わせてください。みんなで使えればいいかなということで、ちょっと大きいやつを購入しております。で、ちょっとね、12キロということで重さがあるので、人を選ぶかなとは思います。はい。この取っ手が2つある部分もすごく持ちやすいんですよ。こことここでね。これ両手で持てるから。10何キロある、12キロあるから、片手じゃ持てないけど。はい。だから車とか積む人にはもちろん全然大丈夫だと思います。大きさもそんなに大きくないんですよね。はい。で、これ 1500W をさっきね言ったように 1500W までの電源の家電を使えます。なんですけど、これがまたもう一つすごいところっていうのは、なんかね、ブースト機能っていうのがあるんですって。それ何かというと、1500W しか使えないようになってるんだけども、一時的にだけ 1900W の力を出せるということが一つの売りなんです。目安としてどのぐらいのものがどのぐらい使えるのかっていうのをね、一応言っていきます。冷蔵庫。120W の冷蔵庫だと5時間から7時間。電気毛布 100W だと7時間から8時間。ノート PC も、そのものによって違うんだけど、60W で充電したとして、9回から10回充電できると。素晴らしいですね。で、さっきも言ったように、ワット数の大きい電子レンジとかをじゃあ使いたい場合、1000W の。1000W のものを使いたい場合は、だいたいね、0.8から1時間。稼働しっぱなしでね。だから結構パワーあるんですよ。で、一番皆さんのを聞きたいと思う。で、スマートフォン。74回から90回できるんですよ。だから僕ちょっと大きめに買ったのはいろんな人ができますよね。で、電池が切れたらね、停電してる時どうしますかっていうことで、ソーラーパネルで、充電をしながら、少しずつ貯めながら使えるという。ということでね、ポート見てもらうとわかるけど、これがほら、ここ USB-C とかね、もう書いてありますね、その通り。です。はい。で、ここ A とか。で、こっちが急速充電できるよっていう風になってるんですね。で、ここの液晶画面も見やすくて、今ほら、残りが 97W ってことなんですよ。だから、使い出すと、どのくらい使ってるっていうのが分かったり、あとはじゃあ充電してるときはどのくらい今充電何ワットしてますよっていうのが出て、あと何分で終わりますよとかってね、感覚的にっていうんですか分かるようなデジタルメディア。でも分かりやすいですよね。僕97%満タンにしてんのは、なんかいろいろ見ていると、例えばね、カラッカラにしない方がいいっていうのと、で、上も100%にしない方が長持ちするんだということなので、一応そうしてます。じゃあ裏側行きましょう。さあ、裏側見てください。これだけ電源があります。はい。そして、ここね。ここが、こう開くんですけど、ここでね、これが AC アダプターで電源するときに挿すもの。書いてあるからわかると思うんだけど。で、あとソーラーパネルと、あとね、実はね、車のね、
シガレットからも充電できる。そのコードもついております。はい。という感じなので、結構ね、幅広く使えるなというふうに思ってます。そして、横にね、これがこう一個ある、これ何なのかなと思うと、例えばですよ、これだけだと足りないって場合に、今のところから繋いで、もう一台、連結できるんですって。ソーラーパネル。じゃあどのくらいでね、充電できるかっていうのはね、ソーラーパネルって実はね、太陽光と直角がいいんですよ、一番。で、曇りとかだけでも充電できるバットが落ちるし、木の影があったりしても落ちるというね、ちょっとね、難しい。一応ね、目安の時間っていうのは書いてあるんだけども、だいたいその時間よりもかかるねっていう感じだそうです。で、この機種に、僕は 110W というね、大きさのソーラーパネルなんですね。そうするとね、一応12時間から24時間はかかるよっていうのが、一応出している数字でございます。だからこれをね、110W のソーラーパネルじゃなくて、220W とか 400W っていうのも売ってるんですよ。金額もそれなりに高くなるのと、重たいのでね、そこら辺は比例するんだけども、その分、早くなる。6時間、だから当たり前ですね。110W が倍になったら6時間から12時間ということで、半分ぐらいが目安になるということなんです。僕はでも、防災を考えているので、最悪手で持っていけるという風なことをスタイルにしております。ちゃんとケースみたいに蓋が、なんていうのかな、折りたたみ式になっております。はい。はい、今ね、これで充電してるんですけども、はい。すごいわかりやすいでしょ？このデジタル表示も。どのくらいの今電圧をかけて入力してるかっていうのがわかるのと、で、今これに溜まっている、バッテリーが 31% ですよってことです。で、どのぐらいの時間、あと1時間ぐらいで満杯にできますよってことです。はい。はい。ということでね、僕が防災として選んだ理由とかね、防災にいいよってことをちょっとお伝えしたいので、簡易的な説明ということになります。はい。ぜひね、今は備えあれば憂いなしですから、これ1台あるとやっぱり安心じゃないですか。もちろん携帯電話っていうのはすぐに電波が使えない場合が多いけどね、多いんだけども、やっぱり携帯電話が今みんなね、依存してるから、心が、それだけでも、なんか誰かと繋がるみたいな感じの、ほっとするんじゃないかなということで、僕も、近所の人がもし持ってなければ使えればいいかなと思って、このサイズにしました。実際に持ってみたりとか、一番はやっぱ重さだと思うので、ね、あと充電時間、で充電をどうするかっていうことだと思います。セットで今安くなってると思うので、いろんなメーカーも出てますからね。はい、決めてみればいいと思います。ただね、これがね、一番、売れてるらしいですよ。売れてりゃいいのかっていう問題ではないんですけど、僕もいろいろ見ていて、これがいいかなと思いました。ちょっと考えてる方はいいんじゃないかなと思います。はい、僕はそういう理由で、ちょっと高いけども、買いました。はい。みんなで使えればいいかなと思ってますんでね。はい。ということで、皆さんも備えをしましょう。